鶏ささみの梅しそ巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は鶏ささみの梅しそ巻きを作りたいと思います。今回は鶏ささみを梅と大葉で巻いて焼いていきたいと思います。お肉を柔らかくする方法などいろいろご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、大葉、梅干し、片栗粉、めんつゆ、マヨネーズ、料理酒、お砂糖、おろしにんにく、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、こちら調味料に使うめんつゆなんですが、こちらは2倍濃縮のものを使用していきます。こちらね、3倍濃縮や4倍濃縮の場合は半量にしていただいて OK です。あとね、今回おろしにんにくを加えるんですけれども、もしにんにくが苦手な場合だったりとか、ちょっと避けたい場合はこちらは抜いていただいても OK です。そしてこちらの梅干しなんですが、今回ね、普通の梅干しを使っていくんですけれども、チューブ状の練り梅を使っていただいても OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずこちらの大葉は水で洗ってしっかりとね、水分を拭き取ってください。そして茎の部分を揃えて茎を切り落とします。大葉の準備はこれで OK です。続いて梅干しですね。梅干しはまずね、種を取り除きます。はい。で、このように種を取り除いたら包丁で叩きます。はい、これで OK です。梅干しはこのように練り梅状にしましょう。続いて鶏ささみのこちらのね、筋を取り除いていきます。で、取り除くときはフォークと、あとはですね、キッチンペーパーを使って取り除いていきます。この2つを使うととても簡単に取り除くことができます。まずですね、このフォークの隙間にこの飛び出ている筋の部分を差し込みます。そしてこのフォークの上に飛び出ている部分をキッチンペーパーで掴んでください。あとはお互い反対側に引っ張り合います。よいしょ。はい、そうするとこのように簡単に筋取りすることができます。こんな感じです。それでは残りも同じように筋取りしていきます。はい、筋取りが終わりました。そしたらね、これを2等分にします。大体で大丈夫なのでこれを半分に切りましょう。はい、こんな感じです。では残りも同じように半分に切っていきます。もしね、大きい場合は3等分にしていただいても OK です。はい、このように2等分にしてください。ではポリ袋を用意してこのように口を広げてください。そしてここにささみを入れます。そして調味料を入れていきます。料理酒、お砂糖、そしてめんつゆ、おろしにんにく、そしてマヨネーズを入れます。で、このようにね、マヨネーズを加えていただくとお肉が柔らかくなってとてもジューシーな仕上がりになります。そしたら口を持って揉み込みましょう。で、全体的に揉み込んだら一度ね、口を軽く縛ります。そしてこのまま一旦冷蔵庫で5分漬け込みます。はい、5分経ちました。そしたらね、口を開けます。で、5分間ね、漬け込んでいただくだけでしっかり味がつきます。そしたらここに片栗粉を加えます。そしてまた揉み込みましょう。はい、こんな感じでね、片栗粉が全体に行き渡れば OK です。それではね、大葉でくるんでいきます。まずね、大葉の裏面を表にしてください。そしてここに叩いた梅を塗ります。こんな感じで全体に塗ってください。そしてささみ肉をのせます。あとは大葉でパタッとくるみましょう。はい、こんな感じです。このように大葉でくるんでください。それでは残りも同じように作っていきます。はい、くるみ終わりました。このようにお肉を大葉でくるんでください。それではフライパンで焼いていきます。まずね、フライパンに薄くサラダ油を敷きましょう。これで伸ばします。で、サラダ油を薄く伸ばしたら火にかけます。火加減は中火でまずフライパンを30秒ほど温めましょう。はい、30秒温めました。そしたら一度火加減を弱火にしてください。そしてお肉を並べていきます。やけどしないように注意してください。はい、このように並べました。そしたら蓋をします。そして火加減は弱火のまま2分ほど蒸し焼きしていきます。
はい、2分経ちました。そしたら蓋を開けます。そして焼き色をチェックしましょう。あ、いいですね。で、いい感じにね、焼き色がついてたら裏返します。はい、そしてまた蓋をします。で、このままね、裏面も同じように弱火でだいたい2分ほど焼き色がつくまで焼いていきます。はい、2分経ちました。そしたら蓋を開けます。大葉のね、いい香りがしてますね。そしたら一度焼き色をチェックしてください。いい感じに焼き色がついてますね。で、このね、側面の部分ですね、この周りの部分も少しね、こうやって箸で立てて焼き色をつけます。はい、OK です。側面の部分も軽くね、焼き色をつけたら完成です。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。もしね、中が焼けてるか心配な時は一度ね、まな板に取って包丁で切ってチェックしてみてください。これで完成です。はい、これで鶏ささみの梅しそ巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。鶏ささみもふっくら焼き上がって美味しそうに仕上がってます。そして最後ね、上に白ごまをかけました。こちらはお好みで OK です。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。お肉がすっごく柔らかいです。美味しい。そしてね、この梅じそが最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏ささみの梅しそ巻きのポイントです。まずささみ肉の筋取りなんですけれども、こちらはフォークとキッチンペーパーを使っていただくととても簡単に取ることができます。ぜひこの方法でやってみてください。そして筋取りし終わった後は今回2等分にしました。こちらはですね、食べやすい大きさに切っていただいて OK です。そしてこの鶏ささみなんですけれども、マヨネーズでつけていただくことでお肉がとても柔らかく仕上がります。つける時間はたった5分なので、ぜひこの方法でやってみてください。そしてお肉を漬け込み終わったら大葉の上に叩いた梅を敷いて、そしてその上に鶏ささみを置いて大葉でくるんでください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、弱火でじっくり蒸し焼きしてください。お肉にゆっくり火を通すことでとても柔らかい仕上がりになります。で、両面だいたい2分ずつ焼いていただくと火が通ると思います。で、もしね、中まで火が通ってるか心配な時は一度取り出して包丁で切ってしっかり火が通ってるかチェックしていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏ささみの梅しそ巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。